はいどうも皆さんこんにちは。起動配信エリックです。今回はハイグレードブラックナイトスコード芝、こちらのキットを改造していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは頭部を改造します。今回はできるだけ他の素材を使わずにキットの中にあるものだけで改造していきます。そのためにまずはランナーについているタグを切り離して改造の素材にします。次に頭部パーツに溝を掘り、そこに先ほどのタグを差し込み角にします。カメラアイ部分にも細く切ったタグを接着してカメラアイの形状を少し変えます。頭部の左右についている翼状のパーツは切断して短くしました。最終的にこんな感じになりました。武器も改造していきましょう。まずはシールドについている爪を取り外し、剣を差し込む隙間を作ります。そして剣に持ち手をつけます。タグと先ほど取り外したシールドのパーツの一部を使い持ち手を作ります。これで収納可能な剣と盾が完成しました。余った爪のパーツとビームサーベルの持ち手を使ってもう一つ武器を作ります。爪の形状を少し削ってビームサーベルの持ち手に接着すればあっという間にダガーとアックスっぽい武器になります。サーベルのジョイントはそのままなので腰に取り付けることもできます。最後の改造はバックパックです。ブースターを取り外し、ブースターの接続ジョイントも切断し、翼状のパーツだけにします。ここでまたタグを使います。使うのはビームサーベルのエフェクトパーツがついていたランナー。せっかくのクリアパーツです。使わない手はないでしょう。クリアパーツの形を整え、翼状のパーツのジョイントを少し加工し、クリアパーツを取り付けられるようにしました。赤い透明な翼がかっこいいですね。個人的にはもともと付属していたマントより好きです。さて塗装に移りましょう。まずは下地塗装から。全体にクールホワイトを塗装します。黒の上に塗る白は透けやすいのでしっかりと塗装しました。次に関節やフレーム部分にウィノーブラックを塗装。その上にバーントアイアンを塗装します。一部パーツや武器にはアイスシルバーを塗装。仕上げに目などの細かい部分にメタリックブルーやシルバーを塗装しておきます。最後にデカールを貼っていきましょう。白の上に紫色のデカールは映えそうだったので紫のデカールを多めに貼りました。紫のデカールってあんまり持ってないので今度探してみようかなと思っています。おすすめがあれば教えてください。そしてデカールを貼り終えればついに完成です。